さあ、ショアアングラーもオフショアアングラーも待ちに待った季節がやってきましたね。そう、マダイののっこみシーズンです。ただ、のっこみといっても、その時期のマダイの特徴を理解していないとなかなか釣り上げることができません。この動画では、のっこみの時期のマダイの特徴を知ることができて、どのような方法で釣れば確実に釣ることができるのかがわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、本日の結論です。チームワークが大事。これから春のマダイを解説するにあたり、冬マダイをおさらいしながら一緒に勉強していきましょう。それでは本日の目次です。冬マダイのおさらい。のっこみマダイの特徴。コマセマダイ。平場。動画の最後には特典パートとして桜鯛と桜鯛の違いについて解説しますので最後までご覧ください。冬マダイのおさらい。それでは春マダイの前に冬マダイからおさらいしていきましょう。まずマダイの適水温は18度から28度くらいで12度まで水温が下がってしまうと冬眠状態になるそうです。そのため低水温期となる冬は深場に落ちてしまいます。そして冬場は水深10メートル以上の深場の他にどのようなポイントを見つけることでマダイに出会える可能性があると解説したか覚えていますか？こちらは冬マダイで詳しく解説していますので、ぜひご覧になって復習してみてください。のっこみマダイの特徴。では本題に入りましょう。まず、のっこみマダイの特徴はどのようなことが言えるのでしょうか？そもそものっこみと一言で言ってもシーズンが終わるまでに産卵前の荒食い、産卵中、産卵後の荒食いの3つのパターンが存在します。このうち最もマダイを狙うことができる時期はもちろん産卵前の荒食いの時です。そしてこののっこみシーズンを判断する一つの大きな特徴として婚姻色が挙げられます。婚姻色と聞くとタナゴやオイカワが有名だと思いますが、マダイにもはっきりとした婚姻色があることをご存知でしたか？皆さんも YouTube などで妙に黒ずんで日焼けしたような個体を見たことはありませんか？あれは大きく成長しすぎて日焼けしているわけではないんです。メスに自分の存在をアピールしながら繁殖の相手を探しているからこそ、あれだけ黒ずんだ精悍な顔つきをしているということですね。逆にメスは変化がありませんので間違えないようにしてください。ちなみに私は白子が大好きで、マダイを釣った後の白子ガチャが楽しみの一つなのですが、こののっこみの時期はそれをしなくてもオスが判明してしまうのでちょっと残念です。コマセマダイ。余談はさておき、こののっこみマダイはどのように狙えばいいのでしょうか？前回の冬マダイではショアラバと一つ天野をご紹介しました。そこで今回はコマセマダイと平場について解説していきます。まず一つ目のコマセマダイから紹介していきましょう。コマセマダイとは文字通りコマセ、つまりオキアミを使った釣り方になります。もともとは磯の深瀬釣りなどで使われていたオキアミを船釣りでも使用できないかと関西方面で導入されたかかり釣りが始まりです。そこから改良を重ねてコマセマダイ釣りとして約40年前に相模湾で始まったとされています。ではこのコマセマダイ釣りに適したタックルはどのようなタックルになるのでしょうか？まず竿の長さは 2.7 メートル前後、重り負荷35ほどの6対4から5対5の同調子のものが使いやすいです。よく釣りをされる方はこのタックルバランスを聞いて、もっと短くて先調子の方が使いやすいはずなのにと思ったかもしれません。このタックルバランスにはもちろん理由があります。このコマセマダイ釣りではマダイのサイズとは裏腹に細いハリスを使います。その細いハリスでマダイの強烈な引きをいなすためにはどうしても長くて柔らかい竿が必要なのです。そしてリールは電動でも手巻きでもどちらでも構いません。
ですが、電動を使われている方が多いようです。もちろん、電動の方が回収が楽だからという理由もありますが、電動の方が一定のテンションを保ったまま巻き上げることができるので、圧倒的にバラシが少なくなります。ですから、経験が少ない人ほど電動リールがおすすめというわけですね。そもそも細いハリスを使うコマセマダイ釣りでは、電動云々よりもドラグ性能が重要であるとされています。ですが、よっぽど聞いたことがないようなメーカーでない限り、今のドラグ性能は目を見張るものがありますから、通常のリールを選べば特に気にする必要はありません。そして仕掛け自体は片天秤に針が1本と至ってシンプルです。他にもマダイの強烈な引きをいなすためにクッションゴムを使用しますが、最初はパッケージに書かれているサイズに合わせるようにします。このコマセマダイ釣りでのハリスの長さは6メートルから10メートルと他のコマセ釣りと比べて非常に長いですが、必ず船長さんの指示に従ってください。その理由は後ほどお話しするとして釣り方を解説していきます。コマセマダイは先ほど述べたようにアジなどのコマセ釣りと比べてハリスがとても長いです。それはマダイの習性に由来しています。アジなどはコマセに対して突っ込んでくるのに対して、マダイは警戒してなかなか近づこうとしません。その遠くで伺っているマダイを釣るわけですから、ハリスが長くなるのは当然というわけです。ここからはコマセマダイ釣りで最も重要となる棚取りについて解説していきます。まず棚取りには海面からの棚取りと海底からの棚取りの2通りがありますが、1にも2にも船長さんのアナウンスを聞いて棚をしっかりと合わせてください。なぜなら棚がバラバラだとコマセが散ってしまって餌取りを集めてしまうばかりか、マダイも散ることになってしまうからです。さらにお祭りの原因にもなってしまいます。先ほどのハリスの長さを合わせる理由もこれです。ですから中にはポイントに向かう途中でリールのカウンターがどの程度ずれているのか確認するために全員で一度棚合わせをする船もあるくらいです。それだけ棚取りとともに他のお客さんとのチームワークが大切な釣りだと言えます。ここだけ聞くとちょっと尻込みしてしまいそうですが、棚の取り方をしっかりと解説するので安心してください。まず棚は〇〇メートルと上からの指示棚が出た場合は、コマセカゴがその位置に来るようにします。付け餌の位置ではないので注意してください。この時、付け餌はゆっくりとコマセカゴに追随して漂いながら落ちていきます。それがしっかりと落ちるまで約20秒程度待ちます。これを待たずにコマセワークを始めると絡まる原因になるので注意しましょう。次に下から〇〇メートルと下からの指示棚の場合は、一旦コマセカゴをボトムにつけます。この時もハリスが落ちてくるまで約20秒ほど待ってください。その後はそこから指示棚までコマセを巻きながら棚を合わせるようにします。あとは当たりを待つだけです。どうですか？何も難しいことはありませんよね。そして棚取りの後5分前後で仕掛けを回収し、コマセの状態を確認しましょう。当たりがあった場合は、竿先が引き込まれるのを待ってしっかりと合わせます。ドラグが強く出ているときは無理して巻かずに落ち着くのを待ってから巻き始めるようにしてください。当然ですが、魚がかかったときはバラシに注意しましょう。なぜなら海底付近でバラすと付近のマダイが警戒してそのポイント自体が釣れなくなってしまうことがあるためです。そして魚に針がかかった後は竿を45度ぐらいにキープしたまま竿の力を使いながら一定のスピードで巻いてくるようにします。マダイは初めこそ強烈な引きを見せますが、スタミナはないので同調子の竿でいなした後はゆっくりと巻き上げれば大丈夫です。最後は浮き袋が膨張して海面に浮かんでくるので慌てずにタモ網ですくいます。ここまでがコマセマダイ釣りの一連の流れとなります。いかがでしょうか？
なんとなくとっつきにくいイメージがあるコマセマダイ釣りですが、しっかりと棚の取り方さえ気をつけていれば、誰でも釣れる可能性があることが分かっていただけたかと思います。平ら場。それでもコマセは汚れるし、仕掛けも長くて大変そうという方のために、平ら場について解説していきます。平ら場とは、釣り方そのものを指す言葉ではなく、重り、ひらひらとしたネクタイ、スカート、針の4つのパーツからなる仕掛けのことです。平ら場は一般的にどてら流しという船を潮と風に任せた流し方の中で釣ります。この流し方は広範囲を探れる一方で、広範囲に耐えられるタックルを用意しなければいけません。とは言っても難しいことはなく、例えば100メートルくらいのディープなエリアを探る場合は、P ラインを1号以下で300メートル巻くことができるリールを用意すれば大丈夫です。どうしてそんなにラインが必要かというと、水深100メートルの場所で船が1ノットで流されている状態でボトムを取る場合、ラインは200メートル以上出ることになります。ですから300メートル程度は必要になってくるということですね。そして重りについては、水深 ×1.5 倍程度の重りを用意すれば問題ありません。例えば水深50メートルであれば 80g 程度の重りを用意する形になります。ただこれについては一人で判断することなく、釣り宿を予約する際に必ず聞くようにしてください。ここまで解説を聞いている皆さんなら理由はわかりますよね。そうです。平ら場もコマセマダイ釣りで解説したように、他の人とあまりにも重さが違う重りを使ってしまうと、お祭りの原因になってしまうからです。さて、これで重りは決めることができますが、平ら場にはネクタイやスカートといったパーツもあります。これは何を選べばいいのでしょうか。釣り具屋さんで見たことがある方はご存知だと思いますが、平ら場のネクタイやスカートにも液のように非常に多くの種類が存在します。平ら場の沼に深く落ちてしまう原因でもあると思いますが、それはさておき、まずはオレンジや赤を選んでみてください。そこで平ら場の楽しさに魅了されるようであれば、いろいろなパターンに対応できるように買い足ししていけばいいので、最初から全てを用意する必要はありません。さて、タックルも揃ったところで釣り方を解説していきます。まず、平ら場を落とすときはフリーにしてしまうと糸ふけが大量に出てしまうので、サミングしながら落とすことをお勧めします。そこについたら、基本は1秒1回転のイメージで巻き上げてください。平ら場はその時その場所にあったスピードを探し当てる面白さもある釣りだと思います。そして平ら場では当たっても合わせるなと聞いたことがありませんか？それは平ら場のパーツが多いことが原因の一つとなっています。さらにマダイが平ら場を食い上げている状態では針がすっぽ抜けてしまうので、しっかりと加えて反転させなければいけないからです。平ら場は小気味のいい当たりが続いた後にぐっと竿先が入り込む瞬間がたまりません。コマセマダイ釣り、平ら場、いずれも非常にゲーム性が高い釣りになっていますので、食べても美味しい魚の王様、マダイ釣りに挑戦してみてはいかがでしょうか。今回のまとめです。春ののっこみマダイは産卵を意識したマダイたちが大挙をなして浅場に上がってくるので、釣りをするには絶好のタイミングとなります。しかし、いくら釣りやすい時期とは言っても、釣り人が好き勝手に釣りをしてしまうと、魚が散ってしまい、なかなか釣ることができなくなってしまうので、チームワークが必要です。とはいえ、先人の努力で生み出されたコマセマダイ釣り、チャレンジしやすい平ら場ゲーム、いずれにしてもゲーム性が強くハマることは間違いありません。今年の春こそ釣って楽しい、食べて美味しい魚の王様、マダイ釣りに挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは特典パートです。さて皆さんは桜鯛と桜鯛が一緒の魚だと思っていませんか？読み方は一緒ですが、実は全く違う魚なんです。まず桜鯛は文字通り
桜が咲く頃に釣れるマダイのことを指しますので、ご存知の方も多いと思います。しかし、カタカナで表記される桜鯛は、そもそもがハタ科の魚で、タイ科のマダイとは全く異なる魚です。大きさは15センチ程度の赤い魚で、体側には桜の花びらが散ったような模様があり、日本近海にしか見られない日本固有種の魚となっています。そして栄養が卵に取られている桜鯛よりも、ハタ科に属している桜鯛の方が美味しいとまで言われることもあるそうです。私は実物を見たことがないのですが、何かの折に食べる機会があれば、ぜひ食べてみたい魚ですね。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。